2010年初夏、それぞれの進路へと進んだ大輔と仲間たちは夏休みを前にしてある計画を立てようとしていた。その壮大な計画を実行に移すため大輔たちは立ち上がるのだ。僕らはどこへ行く？であるからしてこの時の私の心情は C の投げ出さずに俺たちと一緒に続ければよかったのにということになります。それに付随して考えられるのは続けていけたのにいかなかったという。はい、時間が来たようですので今日の講義はここまで。それじゃあね、飛田くん。お疲れ様です。また明日。じゃあな、より。さようなら。道中気をつけてください。相変わらずバカ丁寧な喋り口だな、より。大輔さん、それにタケルさんも。や、よりくん、久しぶり。二人揃って僕に会いに来るなんて何かあったんですか？早速だけどさ、話があるんだ。ちょっと顔貸せよ。いらっしゃいませ。カラオケの館へようこそ。お客様、会員カードなどお持ちでしょうか？会員ではありません。とりあえず学生3名で。あ、後で人数増えるかもです。かしこまりました。飲み放題お付けになりますか？必要ありません。了解です。お時間いかがなさいますか？まずはジャブで3時間。あ、延長するかもです。かしこまりました。それでは505号室でお願いします。よし、到着。おいブーモー、もう出てきていいぞ。おっしゃー！大輔、俺腹減った窮屈にしてごめんね、パタモン。なんで俺たちが隠れなきゃいけないんだよ。文句言うなって。お前らの料金分ぐらい節約しないとまずいからさ。なんかせこいですね。ほっとけ。みんな久しぶりだぎゃ。おお、アルマジモンもこっちに来てたんだな。あ、ここカラオケだな。たける、歌っていい？話が終わったらね。やったー。よし、とりあえずまずは腹ごしらえだな。はい、フロントです。ウーロン茶3つにオレンジジュース3つ、あと山盛りポテトと揚げ物盛り合わせとピザ全種類、それからメニューの最初のページ全部ね。最初のページ全部。どんだけ食いしん坊って思われてるね、きっと。これ誰が払うんですか？お待たせしました。ドリンクと山盛りポテトと揚げ物盛り合わせとピザと最初のページ全部です。おー、すごいボリューム。失礼します。よーし、お前ら出てこい。食っていいぞ。いただきまーす。これ誰が払うんですか？せこいのはお前じゃんかよ。どっちもどっちなんじゃない？俺のはせこいんじゃなくて節約。あ、別にいいんだけどね。それはそうと、話って何ですか？ああ、まあなんだ、話っていうのはだな。大輔はみんなで旅行に行こうと思ってるんだってさ。おいブエモン、お前先に言うなよな。あ、ごめんごめん。ちなみにみんなというのはどのあたりまでをみんなというのでしょうか？考えてるのはまずはひかりちゃんだろ。たけるとケンといおりでもってみやこ、太一さんたちにも声かけようかと思ってるけど、先輩たちはみんな忙しそうなんだよな。ま、忙しい人は都合が合えばってことでいいんじゃない？フォークモンが言っとったけど、みやこは今スペインに留学中って話だぎゃ。一条寺くんもサッカーの合宿があるとか言ってたみたいだし。へえ、みんな忙しいんだ。とまあみんなそんな感じだからさ、受験だ部活だって一番忙しそうないおりにまずは都合を聞きに来たってわけだ。なるほど。
そういうことですか。僕の場合、夏休みには塾と剣道の稽古がありますが、合宿の期間さえ外してもらえれば調整はつくと思います。へえ、そっか。思ってたより融通きくんだね。助かるぜより。旅行に行くのはいいですけど、皆さんは何をしたいんですか？うまいラーメンを食いに行きたい。やっぱり海でしょ。僕山で芝刈りしたい。芝刈り？この辺りからだと海なら伊豆、山といえば軽井沢などでしょうか。いいね、軽井沢でひかりちゃんとテニスとか。でも海も捨てがたいよね。いいね、伊豆でひかりちゃんと海水浴。大輔、これなんか恥ずかしい。ちなみにアルマジモンはどこに行きたいんですか？俺は名古屋に行きたいだぎゃ。名古屋？終わり名古屋は城で持つ。ランドマークの名古屋城、その屋根に燦然と輝く金のシャチホコが有名だぎゃ。地図で見れば日本のど真ん中に位置する文化の中心名古屋。西と東の良いとこ取り、日本で一番の車社会。歩行者無視の片側4車線道路が四方に走り、地元定番のデートスポットは水族館、動物園や美術館もそこそこあるだぎゃ。そして名古屋といえばやっぱりグルメといえば名古屋だぎゃ。味噌カツ、天むす、手羽先、唐揚げ、名古屋コーチン、エビフリャ、テーブル埋まるモーニング、ちょっぴりしょっぱいあんかけスパ、パスタじゃなくてスパだがや。急いでるときはホームのきしめん、上りホームがおすすめだぎゃ。熱々グラグラ味噌煮込みうどん、辛い激辛台湾ラーメン、ちょっと贅沢ひつまぶしよ。そして何より大和屋だぎゃ。はあ、とまあそういうわけなので、みんなで名古屋に行くだぎゃ。俺的には台湾ラーメンが気になるが。ねえ、なんで名古屋名物なのに台湾ラーメンなんだ？ぎく。そうだよね。名古屋だったら名古屋ラーメンのはずなのに。確かにそうだな。僕も聞いたことあるよ。エビフライってさも名古屋名物風に言ってるけど、名古屋発祥じゃないらしいよね。ぎくぎく。僕前から思ってたんですけど、名古屋の名物って完成されたものをアレンジすることが多いですよね。例えばひつまぶしなんか、うな重ではなぜいけないのでしょう。はあ、いおりまで。それを言ったら味噌カツもそうだよね。確かにとんかつはとんかつで完成された料理かもしれないな。きしめんってうどんを平べったくしたやつだよな。僕が言うのもなんなのですが、完成したメニューにアレンジを加えたものが多いような気がします。つまりはパクリ。アレンジまったく人聞きの悪いことを言わないでほしいだぎゃ。名古屋は西と東をうまーくつなげるノリのような偉大な大都市なんだぎゃ。みんな遅くなってごめん。こんにちは。やあ、ワームもん、こんにちは。県にワームモン到着。なるほど、そんな話になっていたのか。一条寺さんは何か希望はありますか？そうだな。何かあげろと言われれば、温泉かな。温泉？うん、温泉はいいよ。温泉は言うまでもなくかけ流し。できることなら苔むした庭のある静かなひなびた温泉が好みかもしれないな。派手さや綺麗さというよりは、わびさびや落ち着きを追求した歴史ある建物に泊まりたい。食事に多くは求めないけど、料理の量は多すぎず少なすぎずが理想的だな。ただ体を休めるために行けるのだったら、温泉は複数の種類があると嬉しい。泉質で言うと、女性におすすめなのは炭酸水素塩泉やアルカリ性単純温泉（pH 値 8.5 以上の単純温泉のことを言う）なんかが挙げられるが、僕の好みは硫黄泉。ちなみに硫黄泉は動脈硬化や高血圧に効果があると言われている。できるならゆっくりと、最低でも2泊は滞在したいところだね。はあ、温泉。
思いのほか渋い趣味があったんだね。渋いというより、マニアックすぎねえか？僕何言ってるかほとんどわからなかった。俺もケンちゃんをバカにしないでよ。じゃあワームモンはケンが何言ってるか分かったのか？わかんない。だぎゃ。海があって山があって温泉。ということは、熱海なんかどうですかね？熱海か。塩化物泉が主になるが、無色透明の温泉もたまにはいいかもしれないな。温泉街のラーメンか。それもまた趣があっていいよな。さっぱり醤油にナルトが浮いてる昔ながらの懐かしい味。だね。熱海の温泉、いい線なんじゃないかな。温泉宿に泊まるなら、いくつか馴染みを知ってるけど。馴染み？なんかじじくさくねえか？でも、それなら話は早いよね。では、今回の旅行の行き先は、ちょっと待った！決めるのはまだ時期尚早だ。ひかりちゃん！いつ来たの？さっきからいたよ。みんな会話に夢中で気がつかなかったので、勝手に入ってきたんだ。忍者かよ。忍者？かっこいい！私は忍者じゃない。ひかりちゃん、ちょっと待ったってことは熱海じゃ嫌なのかな？熱海が嫌なわけじゃないけど、みんなでどこかに行くならみやこさんのいるスペインがいいんじゃないかなって思って。スペイン？いきなり海外？ちょっとハードル高くない？別に高くなんてないわよ。あ、今度は都が来た。おらー。ちなみに私ホークモンもいます。今度は都が来た。おらー。ちなみに私ホークモンもいます。ちなみにオラーはスペインの挨拶です。ホークモン久しぶり。これで全員集合だな。皆さんご無沙汰しております。っていうか都、お前スペインに行ってるんじゃなかったのか？行ってるけど。もしかしてわざわざ戻ってきたの？もちろん。大事な会合があるというのなら戻ってくるのは当然のことです。飛行機乗って？んなわけないでしょ。これよこれ。スマホ型 D3？ そうよ。これがあればデジタルゲートを開けるんだから、世界中どこへでも行けるでしょ。なるほど、その手があったか。ってことは、時間もかからずに世界中のどこへでも行けるってことさ。それってつまり世界中どこにでも行けるってことか。すっげー。だからそう言ってるだろ。世界中どこへでもお金もかからずに。なんかすごいね。ワクワク。なんか別な方向で盛り上がっているような。名古屋にも行き放題だぎゃ。そんなの絶対に嫌。だって私スペインに遊びに行きたいから。光、私もだ。私もスペインに行きたい。叶うならばバスク地方へ行きたいな。ええ、はっきり言ってスペインはいいところよ。ワインは赤白どれも美味しいし、サングリアはとにかく最高。みやこさん、未成年もいますからね。食べ物はどれも美味しいし、昼からバルを巡ればたくさんのタパスが食べられる。レストランはどこに飛び込んでも絶品。市場に行けば生ハムも魚介もレイズナブルに食べられるわ。みやこさん、熱くなりすぎです。だからひかりちゃん、必ずみんなを説得しましょう。みやこさん、私の言葉は無視ですね。というわけでみんな注目。私たちがスペインの素晴らしさについてプレゼンしたいと思います。だから黙って聞きなさい。ブーナスコモエスター。スペイン、それは情熱の国。スペイン、それは美食の国。パエリア、アヒージョ、スペインオムレツ。スペイン、それはガウディの故郷。サグラダ・ファミリアグエル公園カサバトリオ。スペイン、それはリーガ・エスパニョーラ。カンプのサンティアゴ・ベルナベウ3番目と、まあそんな感じで、スペインは観光名所もたくさんあるし、食べ物は言うまでもなく最高に美味しいの。海の幸の山の幸も言うことなし。世界有数の美食の都と言っていいわね。美術館も充実してるし、バルセロナには大きな動物園もあるし、あまり知られていないけどカジノだってあるのよ。湿度が低くて空気がさっぱりしてるからとっても過ごしやすいし、街並みがとっても綺麗なのよ。だから
きましょうね。はーい。クラッシャース。やけに簡単に屈服しましたね。それじゃあ行き先はスペインで決定ということで。ちょっと待つだぎゃ。名古屋行きは譲れないだぎゃ。私たちもスペイン行きを譲れない。そう言ったらやる気かアルマジモン。そうだと言ったらどうするんだぎゃ。いいだろう。受けて立つ。あれ、突然何この空気。ちょっと二人とも。光いやりヘイルモンアーマー進化。アルマジモンアーマー進化。微笑みの光鋼のちょっと待ったエンジね。ちょっと待ってよ。こんなところで進化したらカラオケボックスがめちゃくちゃになっちゃうよ。確かにそれも一理あるだぎゃ。ならば外に出ろ。そこで決着をつける。おう、上等だぎゃ。ちょっと待ってください。別にそんなことをしなくてもいいんじゃないですか？どうしてだ？移動に時間がかからないのですから、どちらも行けばいいんじゃないんですか？確かにそうだぎゃ。だが、みんなはそれでいいのか？もちろんいいさ。温泉にさえ行ってくれればね。つまり、名古屋の温泉宿に泊まって、スペインに移動すればいいってことですね。あ、それじゃあ僕、南の島に行ってみたいな。夏に南国行くなんて芸がないよ。日本が夏なんだから、オーストラリアにスキーしに行こう。ワームモン、どうやってスキー板履くんだよ。綺麗な海がいいならタヒチなんかがいいんじゃないかな。みんなでダイビングでもやってみる？だったらついでに台湾も行きたいな。小籠包。ワームモン、今スマホで調べてみたけど、メルボルンから3時間ほど車で移動したところにマウントブラーっていうスキーリゾートがあるみたいだよ。ほんと？ケンちゃんは優しいね。いや、だからどうやって？名古屋、スペインを経由してオーストラリアと、どこでしたっけ？みんな、どこに行くのもいいけど、外貨だけは忘れないでね。お金がないと何も買えないから。ああ、それはそうかもね。特にドルがあれば安心だからね。ドルさえあればデジタルワールドでも生きていけるから。ちなみにパスポートも持っていくべきかな。宿に泊まるなら必須よ。それから場所によってはホテルに歯ブラシがなかったりするから気をつけてね。それほんと？うん、海外では結構ある話だね。ねえねえ、外国行くならお米持ってった方がいいかな。梅干しも。日本の味が恋しくなったら D3 を使って日本に戻ればよいかと思いますが、大和屋の袋入りのラーメンは常に持ち歩くべきだぎゃ。スペインは絶対に行くからね。名古屋城はみんなで必ず行くだぎゃ。スペインの案内もするけど、台湾でルーローハンは外せないわね。みやこさん、台湾に行くなら夜市もおすすめですよ。タヒチ、オーストラリア、名古屋。みんな聞いてくれ。俺は将来ラーメン屋になりたいと思ってる。そう思い始めたのはいつからだっただろう。漠然としたラーメンへの思いをケンに打ち明けた時、ケンは俺に向かってこう言った。もし本当にラーメン屋になりたいのなら、夢の実現のために具体的なプランを立てろってな。ケンちゃん、そんなこと言ったの？言ったかもしれないな。その言葉はただなんとなくラーメン屋になりたいと思っていた俺を打ちのめした。思っていればきっとなんとかなるだろうと思っていたアマちゃんの俺をな。確かに思ってるだけじゃダメだよね。だから俺は近所のラーメン屋を食べ歩き、うまいラーメンとは何なのかを自分なりに追求した。とりあえずこれでいいかと思っていたら、今度はそんな俺を見たイオリに説教された。僕、何か言いましたっけ？覚えてないだぎゃ。ええ、全く。イオリは言った。ラーメンは奥が深い。近所のラーメンを食べ歩いたぐらいで分かったような気になっていていいのかと。だから俺は全国のラーメンについて勉強した。北
海道の旭川ラーメン、札幌味噌函館の塩、仙台冷やし中華福島北方、神奈川家系東京煮干し系八王子甘口生玉ねぎ系富山ブラック、和歌山豚骨醤油、福岡豚骨ラーメン、長崎ちゃんぽん。どのラーメンもうまかった。そしてひかりちゃんは地方のガイドブックをくれ、みやこは俺に青春18切符の存在を教えてくれた。ああ、断捨離したあの時の。普通知ってるでしょ、18切符なんて。自分の足で全国各地のラーメンを食べ歩いてるうちに、俺はもっともっとラーメンについて知りたくなった。そうしているうちに自分なりの最高のラーメンの輪郭がぼんやりとだが見えてくるようになった。だがそれは同時に俺に圧倒的に足りないものを浮き彫りにしたんだ。足りないもの？それって経験だよ。俺には料理人としての経験が全くなかった。だから俺は調理師の免許を取るために今専門学校に通っている。たくさんのラーメンを食べ、たくさんのラーメンを作る。俺はもっともっとラーメンのことが知りたいんだ。そうだったんだ。ごめんなさい。大輔さんの気持ちも知らずに僕たち好き勝手なことばかり言って。つまり海外旅行ではなく、ラーメンが有名などこかに研究を兼ねて旅行に行きたいってことなんですね。そういうことならそれでいいんじゃないかな。みんなラーメン大好きだもんね。賛成。夢を追いかけてる姿ってちょっとかっこいいね。え、本当？それじゃ行き先は大輔くんにお任せってことでいいかな。その代わり。その代わり？いつか食べさせてほしいな、大輔の作ったラーメンを。おお、お安いご用だ。それでどこに行きたいの？ああ、俺が行きたいと思っているその先は、その行き先はニューヨーク。なんでニューヨーク？食はニューヨークにあり、グルメの最先端の街へ既成概念にとらわれない新しいラーメンの開発研究のため、大輔一行はニューヨークの地に降り立った。そこで待っていたのは意外な人物からの電話だった。次回デジモンアドベンチャーラストエボリューション絆。今冒険のゲートが開く。なんだよ、結局ケンとイオリだけかよ。まあまあ、ひかりさんもたけるさんも2日目には合流するって言ってましたし。ねえ大輔、楽しみだね、ニューヨーク。早くラーメン食べに行くだ大輔。ああ、それじゃあ行こうか。デジタルゲートオープン。さあ行こうぜ。